おはようございます。ケンです。前回の動画で注目していたテスラ株の400ドルの壁、今回その400ドルをついに突破してきました。結論から言うと、今のテスラ株は前回よりかなり強い形になっています。ただし、ここからすぐに完全に上昇トレンドへ戻ったって決めつけるのはまだ少し早いです。なぜなら400ドルを突破した一方で、短期では RSI に過熱感も出ているからです。つまり今は400ドルを突破できるかを見る局面から、400ドル突破後にこの強さが続くかどうか、これを見る局面に変わったということになります。前回はテスラ株が390ドル台まで戻してきたものの、まだ400ドルを明確に突破できていないというお話をしました。重要なのは400ドルに近づくことではなく、400ドルを突破してその上で維持できるかどうかでした。400ドルはただのキリのいい数字ではありません。心理的な節目であり、過去にも上値が重くなりやすかった場所であり、さらに200日移動平均線も近くにありました。つまり400ドルっていうのはテクニカル的にも投資家心理的にもかなり重要な壁だったわけです。そして今回その壁を上に抜けてきました。これはかなり大きな変化です。現在のテスラ株は400ドルを突破し、420ドル台後半まで上昇しています。前回までは戻り売りなのか転換初動なのかを確認する局面でした。しかし今回は転換初動の可能性が出てきた上で、次はその上昇が続くかを確認する局面です。前回のテーマは400ドルを超えられるのか、そして今回のテーマは400ドル突破後に強さを維持できるのか、ここが大きな違いです。まず日足のチャートから見ていきます。4月前半、テスラ株は350ドル台まで下落しました。そこから反発し、前回は400ドル付近で上値が重くなっていました。しかし今回はその400ドルを突破して428ドル付近まで上昇しています。この動きは単なる小さな反発とは言いにくいです。下からしっかりと買いが入り、重要な抵抗線を抜けてきた動きです。特に下値を切り上げながら上昇している点っていうのはポジティブです。350ドル台、370ドル台、390ドル台と買いが入る位置、これが少しずつ上がっています。これは前回よりも買い手の存在が強くなっているサインです。次に移動平均線を見ます。今回の大きな変化は20日線、50日線、そして200日線を上回ってきたことです。20日線を上回ったことで短期トレンドは改善しています。50日線も上回ったことで中期的にも見方が少し改善しています。そして一番大きいのが200日移動平均線の突破です。前回まで200日線は400ドル付近にあり、かなり強い壁になっていました。今回そこを上抜けたことでチャートの印象はかなり変わりました。ただし一度上抜けただけで完全に安心ではありません。次に大事なのは400ドル付近がサポートになるかどうかです。前回までの壁が今度は支えに変わるのか、ここが次の確認ポイントです。相場では以前の抵抗線を突破した後、そのラインがサポートに変わることがあります。今回で言えば400ドルがその候補です。今後400ドル付近まで押した時にそこで買いが入るならば、400ドルは壁から支えに変わった可能性があります。この場合、今回の上昇の信頼度、これはかなり高くなります。逆にすぐに400ドルを割り込むようなら、今回のブレイクは騙しだった可能性も出てきます。次に RSI です。RSI はかなり強い水準まで上がってきています。日足では70付近、4時間足では70を超える場面もあります。これは買いの勢いがかなり強いことを示しています。ただし RSI が70付近まで上がってくると、短期では過熱感も意識されます。ここで大事なのは RSI が高いからすぐ下がるっていう意味ではないということです。強い相場では RSI が高い状態を維持しながら上昇が続くこともあります。ただ新規でここから追いかける場合は
短期的な押し目や反落リスクも考える必要があります。今の RSI は強さの証拠でもあり、同時に少し厚さのサインでもあります。では次に出来高とボリュームデルタです。前回までは買いはあるけれども400ドルを突破する決定打には欠けるっていう見方でした。今回は400ドルを突破した場面で買い圧力が確認できます。ボリュームデルタでも買い優勢の動きが見えます。つまり前回よりも上昇の質は改善しています。ただし週足レベルで見ると過去の大相場ほど出来高が爆発しているわけではありません。なので今は完全な大相場入りと断定するより400ドル突破でチャートが一段落改善したと見るのが冷静です。ではここから見るべき価格帯を整理します。まず上は430ドル付近です。現在のテスラ株は428ドル付近まで来ているので430ドルは目の前です。ここを突破して維持できるなら次は450ドル付近が意識されます。一方で下のラインも重要です。短期の押し目候補は410ドルから420ドル付近です。ここで下げ止まるなら健全な調整と言えます。そして一番大事な下値のラインは400ドルです。ここを守れるかどうか、これが今回のブレイクの本物度、これを測る最大のポイントになります。ではここからシナリオを3つ考えてみたいと思います。まず1つ目は430ドルを突破してさらに430ドルも抜けるなら買いの勢いはかなり強いです。2つ目は430ドル付近で一度止まり410ドルから420ドルで押し目を作るシナリオです。 RSI が高いので個人的にはこれもかなり自然な動きだと思います。一度利益の確定が出ても410ドルから420ドルで買い直されるならむしろ健全です。そして3つ目は400ドルを再び割り込むシナリオです。もし400ドルを割ると今回のブレイクが騙しだった可能性が出てきます。その場合は再び慎重に見る必要があります。ではそういったことを踏まえて投資判断としてはどう見るべきなのか。今のテスラ株は前回より明らかに改善しています。400ドルを突破し200日線も超え RSI も強い。これはポジティブです。ただし短期では上昇スピードが速く RSI も高いです。だから今は完全に弱気で見る局面ではありません。むしろチャートはかなり強くなっています。でもここから飛び乗るよりは押し目を確認したい局面だと考えます。特に410ドルから420ドルで買いが入るのか、そして400ドルをサポートとして守れるのか、この2つが確認できるとかなり信頼度が上がってくると思います。ではね、最後にまとめていきます。前回はテスラ株が400ドルの壁を突破できるかどうかっていうのが最大の焦点でした。今回はその400ドルを突破しました。これは非常に重要な変化です。短期チャートは明確に改善し、20日線、50日線、200日線も上回っています。RSI も強く、買いの勢いはかなり出ています。ただし短期では過熱感もあります。だから次に大事になってくるのは430ドルを突破できるのか、そして押した時に400ドルをサポートに変えられるかです。テスラ株は前回より明らかに一段強くなりました。ただし上昇したからといって全てが解決したわけではありません。本当に大事なのは突破後に強さを維持できるかどうかです。今週は430ドルの突破、410ドルから420ドルの押し目、そして400ドルのサポートか、この3つを冷静に見ていけたらと思います。焦って決めつけずに条件で判断する。これが今のテスラ株を見る上で一番大切な視点じゃないかなと思いますけれども、皆さんはどうでしょうか？ぜひコメントで意見を聞かせていただければと思います。はい、では本日の内容は以上です。今回の動画が参考になったと思われたら高評価をよろしくお願いします。僕の YouTube は毎日発信しています。僕の YouTube をご覧になってもらえばテスラの情報はほとんど網羅すると思いますので、チャンネル登録がまだな方はチャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。では今日もご視聴していただきありがとうございます。テスラのある生活を楽しんでいきましょう。ではまた。追伸です。株式会社エコファクトリーの輻射熱の体感会、夏の会の日程が決まりました。ぜひ真夏の輻射熱、クーラーとは全然違う涼しさの次世代技術、これを体感してみませんか？こんな方におすすめということで、
クーラーの冷風が苦手な方、オフィスの空調をどうにかしたいと考えている経営者の方、工場などで働いていて真夏は暑くて仕方ないと思われている方、家の断熱性が悪くて夏が暑くて冬は寒い、これをどうにかしたいと思われている方、電気代の高騰で少しでも電気代を下げたいと思われている方、そんな方におすすめです。一昨年一緒に行かれた方で体感された翌日に買われた方がいます。その方は両親の家に設置されました。この理由が家も古くなり断熱性もない、また真冬のヒートショックだったり真夏の熱中症、これもエコビンがあれば解決してくれるからと思ったというもの。そしてこのエコビンを実際に導入して、そしてそれを体感しに来られた方がこれはすごいということで、その方が姫路の武道館の管理をされている方で、姫路の武道館にもそのままエコビンが導入されましたということで、今回ですけれども7月17日金曜日、姫路の武道館で行います。時間は13時から15時までです。そして7月22日の水曜日、こちらはエコファクトリーの東京支社で行います。時間は10時から12時まで、東京に関しては定員は10名です。その後近くでランチして解散という流れです。僕も朝一で両方に向かっていきたいと思います。参加希望の方は LINE でお問い合わせの方よろしくお願いいたします。はい、では本日も最後までご視聴していただきありがとうございます。素敵な一日をお過ごしください。ではまた。